そういうパワーバランスの中でうごめいている鬼たちがいっぱいいたの。それに命がいけてる立場は不服だったの。実はずっと抑圧されてて苦しんでたの。だから鬼滅が出てきた時熱狂的に反応したの。あの鬼たちの世界で生きているのはもう嫌だったの。何にも次に受け継ぐものがないだあいつら。鬼滅の作者さんは鬼に対比させたその大使たちの生き方っつうのね。大使たちはみんな覚悟ができてた。思いを受け継ぐっていうのはこんなに素晴らしいことなんだってのを鬼滅の刃で描いてみせただ。受け継ぐっていうことについて、ああとだから受け継ぐっていう時にね、まず受ける必要があるんだわね。何かを受け取る必要があるね。こちらがまず受け皿になって、こちらがまず受け皿になって知って心得て身につけた上で、次に次って言葉は継ぐから来てます。継ぐ、次に継ぐ、継がなかったら次がねえもんでね。でそのとっても分かりやすいイメージが、学校に行ってた人はリレーのバトンで、これを遺伝子を次の世代に継ぐ時には、人生でもマックスってくらいの快美悦楽感を味わうことができます。エロです。はい、子作りの時間ですね。子作りの時間はあれはバトンを次の世代に受け継ぐ行為をしてますので、基本的に何かを継ぐっていうのはとっても心地よいことだと思って間違いはないと思います。何かを次があるように、わしらで終わることを闇って言います。終わるっていうのは昔は止むって言ったの。止む、雨が止むっていうでしょ。雨が止むっていうね。命が止むのが、はい、病気、闇ですね。あの人は病んでるんだねってなるでしょ。あの人結構病んでるよねって今でも使うでしょ。はい、あれ命が病んでいってしまうってこと。それから光が終わってしまう、光が病んでしまうと、もう真っ暗けの闇だよ、心の闇抱えてとかいうふうになるよね。何かではそれで終わってしまうっていうのが、これが闇なんですよか。じゃあその闇を照らす行為っていうのは何かっていうと、闇を照らす行為は全て継いでるんだよ。次に受け取って継ぐっていうのはね、これをしてない方たちっていうのが、明らかにしてない方たちっていうのがわしの知ってる人たちの中にいた。次に受け継ぐ遺伝子がない人、その人でなければ受け継げない何かも全然受け継いでない方、そりゃお一人で海外で自分のね責任を負わないでいいようなところで顔合わせてると大変な家族から離れて一人でウハウハしていたら、そりゃ楽しいかもしれませんよ。グローバル人としてね、故郷のないグローバル人としてね。そういう人たちが次に継ぐものはないまま一人趣味の世界に生きていたりするってことがあるの。それはとっても実は半径一人ぼっちで半径一世代限りっていうのは苦しく辛いことだってわしは見てます。プンプンとその匂いがしてくる、そういう人たちのところからは。それをまたフェイクしてだまくらかそうとして、楽しいふりインスタ映えをどんなにしてみせても、その人の何かリアクションなどからその寂しさ悲しさ苦しさがプンプンと匂ってくる。ついでねえもんで、頭の中でこれを継いだつもりになってるだ、自分は文化的遺伝子としてこういうものを受け継いでいるって自分に言い訳をしてるだけで、かけがえのない自分でなければ受け継げないものを継いでない。これは病んでしまってるもんで、やっぱり闇になってしまうだ。そういう方たちがどんなにきれい事でインスタ映えする写真をきれいな写真を投稿しようと、どんなに絵文字ひっつけて、どんなに絵文字をひっつけて耳当たりいいような紋切り型を並べてみせたとしても、その人の心の底、命の底から溢れてくる喜びってのはないだ。見てると。だって闇なんだもん。それでその人で闇なんよ。その人で闇っていうのは心闇だよ。その人で闇っていうのは存在自体が病んじゃってるよ。だから命を張って、もう自分の命に
自分の命がもうそっちのけでママ母ちゃんって言って来るわけじゃない。そこにさらに旦那まで時にはちょっとおいって言って呼ばれたりするわけじゃない。どっちも呼ばれたりするかもしれないからね。もう自分のために生きている時間がないぐらい、そのぐらい大事な命に精一杯にサービスをし続けるわけじゃない。これ受け継ぐってそういうこと。命かけなかったら受け継げないもん。そこにできれば戒備閲楽を見出せる方にシフトして、戒備閲楽を、命を受け継ぐ戒備閲楽を取り戻したらいいと思う。これはね、自分の実際にお子さんがいるとかいないとか、そういう遺伝子、自分の遺伝子とかそういう話じゃない。わしらみんな人類、みんな兄弟なもんで、そっくりの遺伝子持ってるもんで、自分のお子さんに限らず全エネルギーを用いて、もう自分の時間なんてないぐらいね、そしてなるべく晴れやかに面白おかしく楽しく何かを次に受け継ぐっていう仕事を全力でわしらはしていると快感を覚えるだ。そういうふうになってるだ。というかその中で快感を覚えられるだ、わしらは。男衆も女衆も。だから男子はちょっと環境整備っていう方に向かうもんで、家周りいろいろ整えたり、地区の人々の話を意見を取りまとめるっていう仕事をしたり、環境整備ってことで社会の経済のメカニズムを整えたり、教育の整備をしたり、それ逆行させてるようなむごい者たちもいますよ。それは大人では自分の生き心地もはっきりしないようなものが、その人に何かを教えてやろう、教育、人を癒してやろう、医療、そういう自分の命さえもはっきりくっきり晴れやかになってないものが、そういうことをしててもしょうがないもんでね、自分の命を晴らしながら、いつでも晴らして楽しく嬉しく面白おかしく、そして心地よく何かを次に受け継いでいく。これ以上の活動は生命体にはないだよ。生命体っていうのは何かって言ったら、そうやって今快感を覚えながら、もっと心地の良い方に向かって、もっと心地の良い方に向かって動きながら受け継いでいくっていうのが生命体のもう本性だもんで、これをしてない人がどんなに言い訳してもね、闇、それは虚しいだ。これを日ごとにわしらはして生きてえだよ。それがうっかりマチタ欠乏症、マーチータがないままに命を育てよう、命を受け継ごうとすると、ストレスがかかって苦しい、つまらない、痛ましいってことになっちまっていたもんで、だって子育てを、それから子育て以前、子作りをしている方々や子育てをしている方々に御宝を身につけてもらっていたんです。快感なの。受け継ぐのは快感なの。で、これ以上の快感はないの。それを抑圧してたから闇になってたの。次に命を受け継げないまま、自分の存在ばかり気にかけている鬼がたくさんいたの。次に受け継ぐ大切な思いが何にもないまま、自分が楽しければいい、自分が勝てばいい、そういうパワーバランスの中でうごめいている鬼たちがいっぱいいたの。それに命がいけてる立場は不服だっただ。実はずっと抑圧されてて苦しんでただ。だから鬼滅が出てきた時熱狂的に反応したの。あの鬼たちの世界で生きているのはもう嫌だったの。あいつら一代限りなんだよ。何にも次に受け継ぐものがないだ。あいつら半径1世代限りの存在だっただ。そこに大使たちはみんな覚悟ができてた。自分が死んでも次が受け継ぐって。自分らに永遠の生命はね、腕を切られたら自分たちは再生能力がない。ただその一本の腕でも水木しげるさんみたいに腕一本でも何とかやってやるって、これが鬼じゃない人間の立場さ。次にどうしても子供たちに遺言として残したいことがあって、戦争について、目に見えない力について水木しげるさんは腕一本で残しただよ。その漫画っていう文化を受け継いで、最上の漫画の美味しいところ全部結集した上で、後藤家先生がしたことっていうのは、思いを受け継ぐっていうのはこんなに素晴らしいことなんだってのを鬼滅の刃で描いてみせただ。だから理屈じゃなく、その命を受け継いでいる立場の人たちが、そして命を受け継げないで苦しい思いをしてた、それを経て
命を受け継ごうという思いを知ってた人たちが反応しただ。子供たちみんな命を受け継ぐの好きだもん。もうすぐ命を育てるごっこして遊んでるもん。昨日だって向こうでエンターテインメントショーをさ、村の子供たちが自分で考えて勝手にしてくれた。その時年長者たちはみんな小さな子たちを出演者にして演出に回っただ。早速次の世代をフューチャーして次の世代を育てているだよ。子供たちにはそんな欲求があるだ。それがいつの間にか自分だけのことを考えるようになって、自分の世代だけのことを考えるようになって、鬼たちが増えてしまって、それを何とかしようとして、鬼滅の作者さんはやってのけてくれただよ。鬼に対比させたその大使たちの生き方っつうのね。だってそれが理屈じゃなく、それでみんな煉獄さん見て泣いちゃうだよ。あの思いってのがいつの間にか日本人から失われてたっていうか、大人たちが忘れてただ。でこれを取り戻さなかったら、日本の漫画の特徴、日本の世界的に大ヒットする漫画の特徴、みんなで力を合わせて勘違いしてる者たちを正すだ。そいつらが憎いわけじゃない。ただ勘違いしてるもんで困ったことになっちゃうだ。勘違いしてるもんで、西洋人が有色人種は全部奴隷にしてもいいって勘違いしてたら困るだ、人類として。そういう勘違いをしてる西洋人はいつも心が病んで苦しむことになるから、西洋人のためにもアジア人は差別されるわけにいかねえだ。奴隷扱いされたら困るだよ。あんたらの西洋人の利益のためにって。それでアジア人たちは独立しようとしただ。アフリカ人たちも独立しようとしただ。日本の漫画の世界的にヒットしている漫画の全てに共通しているのがここ。仲間たちで力を集めて勘違いしている、何かを支配しようとしている、一世代限りで何かを支配しようとしている、勘違いしている人たちの勘違いをみんなで正すだ。それがもう切羽詰まった状態になったんで、鬼滅の場合は刃で立つしかなくなっただ。極端なやり方、もう殺すしかないだ。ただ日本の漫画の特徴は、寄生獣でもそう、元になってる鬼滅のラストシーンにも登場するわね。寄生獣の世界はラスボス、寄生獣だってそう、本当に殺していいかどうか分かんねえだ。その鬼に対していつでも憐れみがあって、鬼の立場が描かれるだよ。こんな民度の高いストーリーっていうのはあんまりない。日本の大ヒットした漫画全部の共通項だでね。鬼滅がそうだったの。鬼が悪いって言ってんじゃないだ。うっかりそうなっちゃったっていうストーリーを描いて、で大人たちみんな反省するだ。自分たちがそうなってたんじゃねえかって。で中には後藤家さん、作者さんみたいに、わしもそうやって覚悟を決めた一人だもんで、漫画に影響もすごく受けた。こんな20代の人がここまでやってるに何を自分はしてただかって、マスメディアを自分で作ろう、マスメディアに出ようって、デビュー作書いてた頃の後藤家さんみたいに覚悟を決めただ。受け継ぐことにしたの。エンターテインメントを作って、エンターテインメントのチャンネルをね、なるべくエンターテインメントっていうことで覚悟を決めただ。大使になる、柱になれるかどうかは分からんながら、いずれ YouTuber として柱になろうと思ってます。だってさっき質問が出たように、睡眠時間は今削ってもいいだ。その睡眠時間削っても今自分の力を伸ばしてるだよ。鬼滅のね、作者さんはそこまで全力を尽くした、本人が全力を尽くして画力を上げてった人だもんで、宣伝させてもらうと初期作品めちゃめちゃいいです。呪術廻戦とか読んでる方はぜひその元ネタっていうか原点になった後藤家先生の鬼滅以前のデビューの頃の一冊読んでみて、何をしようとした人なのか分かるで。一体この世の中の闇を晴らして思いを受け継ぐっていうのはどういうことなのか、出発地点からブレてねえな、あの人は。だでわしも大使として修行することにした。後藤家先生はね、編集者からすぐ戦わせてくれって、主人公たちをもうどんどんバトルシーン入れないと読者が離れるもんで、せっかく手に入れた連載なんだからすぐにバトルシーンを入れてくれって言われたら無理ですって言って、駆け出しのペーペーの漫画家が断っただよ。人はそう簡単に強くなれませんからって。作者自身が1年2年かけて本気で強くなっただよ。多分オタク、漫画に救われた人、
その自分が憧れの少年ジャンプで連載を取ってインフルエンサーになるってこと、その能力を身につけるのに本当猛烈な努力をしたと思います。快感は覚えながらね。だからその修行を主人公たちにちゃんと踏まえてもらってるだ。あの本では人はそう簡単に強く、なれませんって言って悔し涙を流してる時があるね。その気持ちは本気で何とかしようとした人たちはみんな知ってます。悔しい、実力が追っつかなくて悔しい、じたんた踏んで叫んでたよくわしは海外でね。だってそういう気持ちも隠しておかないで、エモい感じで、鬼滅の作者さんたちがそのストーリーに出してるみたいにエモくこれから出しちゃうかもしれないからよろしくねっていう感じですよ。受け継ぐっていうのはね、全エネルギー全生命をかけて次ってのを生み出すの。だからピーヒャラ一人で、俺はグローバル時代の人間さ、一人でその趣味の世界に遊んでピーヒャラ過ごしていたって何にも受け継げねえし、虚しい。そんな虚しい暮らしをしててもしょうがない。そういう虚しい趣味の世界の芸術みたいなのにかまけて命をうっかり無駄にしてしまってるみたいな人が多すぎた、芸術の世界に。私はそういう絵描き、アーティスト、ダンサー、俳優、演出家、ミュージシャン、世界中で一平見てしまった。だって芸術って世界をね、離れることにしただ。わしがやってる活動が芸術じゃねえっていうならそれでいい。ただわしはこれが芸術だって思う活動を続けることにしただ。そんな一世代限りの次の世代を考えてないようなものは水たまりの趣味なんであって芸術じゃあねえ。それはお祭りでもね、そういうことはしちゃいかん。でそういうところに逃げ込んでた州も多かったと思うだよ。半家一人ぼっちの趣味ね。受け継ぐってそんなことでえらい泣かせてしまいまして、いかがでしょうか。見よ泣きたい時はチャンスとライ泣けよ姉ちゃんねえ、これからは一人でじっと我慢しないで全部オーライ泣けよ姉ちゃん。さあ大切なお知らせだ、してない人はここでチャンネル登録をよろしくね。うっかり忘れていた人たちもここでチャンネル登録をよろしくね。もうする気ゃねえだろう。心が通じたら泣くことはある。それはだからこれからはそんなに受け継ぐってことで辛い思いをするわけじゃなくて、夢中になってそこに必ず乖離閲楽が必要だもんで、どのくらいわしらがはしゃいでるか、何かを見つけた瞬間、このチャンネルを作りながらもこんな方法あるかって思ってあったってなったり、何ピタリ合ってる時間がとか、このアイディアどっから出てきたの、天才やで天才みたいになってる、その乖離閲楽とともに受け継ぐ活動をしてます。でさっきちょっと泣いちゃった、あれも泣くっていうのはエモを直に出すのは、しかもそれに対してあんまり文句は言われず、トレジー泣いてもいいよみたいにそう言ってもらったらむしろ気持ちいいわけだからね。